こんにちは、静かな独り言です。今回はアメちゃんを紹介します。10月に入りハロウィンの季節、当チャンネルでもイベント的なことをしたいなと思い制作してみました。無地のワンカラーはシンプルで可愛いので推し活イベントにぴったりです。アメちゃんの定番ドット柄、少し手の込んだ模様です。そして最後にボーダーのアメちゃん、オレンジと黒で編めばハロウィンにぴったりですね。キーホルダーにしたり、ブローチやガーランドなどお部屋の装飾にも可愛いと思います。ぜひ一緒に編んでみてくださいね。このピンクのアメちゃんに使用した糸はセリアのロアンカラーナンバー9番です。水玉模様のアメちゃんはきらめきコットンカラーナンバー3番。ボーダーはニューエンジェルコットンカラーナンバー2019番です。3種類とも白はロアンのカラーナンバー8番です。糸の太さも指定針の号数も異なりますが、今回は統一して5号針で編みます。そして綿です。アメちゃん1つにだいたい 2g 使用しています。材料の詳細は概要欄に記載しておきますので、そちらをご覧ください。基本の編み方は無地のアメちゃんを編んで説明していきます。きらめきコットンのカラーナンバー2番が余っていたので、こちらを使っていきます。直径5センチほどの糸玉です。では編んでいきましょう。作り目です。2本の輪に針を通しかけてきます。鎖編みを1回します。細編みを6目編みましょう。細編みを6回編めたら輪を引き締めます。一旦針を抜くので糸を伸ばしておきます。細編み1目目のところをつまんで、まず下にある輪を引き締めていきます。つまんだ指はそのままで糸端を引っ張りましょう。輪が引き締まりました。針を戻して糸端は編みくるんでいくので手前に移動させます。6目編んだ細編みの最初の目に針を通し引き抜き編みをします。6目の作り目ができました。立ち上がりの鎖編みを1回して1段目です。立ち上がりの鎖編みの根元に針を入れますが、1段目のみ前段の向こう側半目を拾って編んでいきます。同じ目に鎖編みを2回編み入れます。増し目の1目目にはマーカーを入れておきます。
あと5目も2回ずつ増し目で編んでいきます。糸端も編みくるみながらある程度編みくるんできた糸端は少し引き締めてカットします。マーカーのところに引き抜き編みをして1段目は12目になります。立ち上がりの鎖編みを1回して2段目です。鎖編みの根元に増し目をします。最初の目にマーカーを戻します。次の目は1回、次の目から増し目1回を繰り返して1周編んでいきましょう。マーカーのところに引き抜き編みをして1周16目になりました。立ち上がりの鎖編みを1回して3段目です。鎖編みの根元に細編みを1回します。マーカーを戻しておきます。次の目も細編みを1回編み入れます。次の目が増し目です。この段は1回1回増し目を繰り返して編んでいきましょう。1回1回増し目1周編んできてマーカーのところに引き抜き編みをします。3段目は24目になりました。立ち上がりの鎖編みを1回します。4段目から8段目までの5段は増し目なしで編んでいきます。最初の目がわからなくならないようにマーカーを忘れずに戻しながら編んでいきましょう。5段増し目なしで編んできて9段目です。9段目から減らし目をしていきます。立ち上がりの鎖編みを1回します。1目目と2目目を使って減らし目をします。鎖編みの根元に針を入れ糸をかけてきます。針に2本糸がかかった状態で次の目に針を入れ糸をかけてきます。
針に3本かかっている状態からまた針に糸をかけ、すべて引き抜きます。細編みの2目一度ができました。マーカーを戻しておきましょう。次の目から2目は細編みを1回ずつ編み入れます。減らし目1回1回と編んで、次が減らし目です。9段目は減らし目1回1回を繰り返して1周編んでいきます。マーカーのところに引き抜き編みをして、9段目は16目になりました。立ち上がりの鎖編みを1回して10段目です。10段目も最初の目から減らし目をします。マーカーを戻します。次の目は1回。次の2目で減らし目をします。10段目は減らし目1回を繰り返して編んでいきます。マーカーのところに引き抜き編みをして、10段目は12目になりました。この後穴を閉じるので、この辺で綿を詰めます。少しずつ詰めていきましょう。綿が詰めれたら11段目を編んでいきます。立ち上がりの鎖編みを1回します。11段目は2目ずつ使ってすべて減らし目で編んでいきます。マーカーのところに引き抜き編みをして、11段目は6目になりました。糸は15センチほど残してカットしておきます。11段の編み終わりを作り目のところと同じになるように絞っていきます。とじ針に持ち替えます。糸が出ているところの隣の目を内側の1本下からすくいます。1目目を絞ると隣の目が見えづらくなりますが、通し忘れがないように6目すべて拾います。
最後糸が出ていたところにも針を通します。閉じた部分に筋の目ができました。最後は編み地に糸を少しかけて本体の中まで針を刺して糸始末をします。適当なところに針を出しカットします。サイドを編んでいきます。6目の筋編みができています。糸をかけて鎖編みを2回します。中長編みを編み入れていきます。糸をかけて1目目は立ち上がりの根元に針を通します。糸端は編みくるんでいきます。糸をかけてきます。針に3本糸がかかっている状態でもう一度糸をかけてすべて引き抜きます。最初の中長編みにはマーカーをしておきます。1つの目に3回ずつ中長編みを編み入れていきます。2回3回あと5目同じように編みます。糸端はある程度編みくるんでカットしましょう。6目中長編みを3回ずつ編んできました。再度2段目は糸の色を変えて編んでいこうと思います。マーカーのところに針を通し変更したい色を沿わせ引き抜きます。目が緩んでいる方の糸を引っ張って引き締めておきます。立ち上がりの鎖編みを1回します。根元に細編みを1回します。糸端は編みくるんでいきます。マーカーを戻しておきましょう。次は鎖編みを3回。細編みをした同じ目にもう一度細編みを編み入れます。次の目からも同じように細編み1回、鎖編み3回、細編み1回を同じ目に入れて繰り返し編んでいきましょう。糸端はある程度編みくるんでカットします。一周編んできました。糸始末をします。
マーカーのところに針を通して最後糸が出ている目に戻ります。片方が編み終わりました。反対側も同じように編んでいきます。編み終えても5センチあった糸はほとんど減っていませんでした。ボーダーのアメちゃんは2、4、6、8、10段を色を変更して編んでいます。ここではボーダーに編むための色を変える方法とタイミングを説明します。1段目を編み終え、新しく違う糸を編み始める時です。引き抜き編みをするタイミングで色を変えます。今まで編んできた糸は針の上にかけておきます。これから編む糸を針の向こう側に沿わせます。引き抜きます。今まで編んできた糸とこれから編む糸の糸端は一緒に編みくるんでいきます。次はまた元の色に戻る時です。マーカーの目に針を通し、今まで編んできた糸を針の上にかけておきます。これから編んでいく糸を指にセットして編み始めます。ボーダーの糸を変更するタイミングはいつも段の終わり、引き抜き編みをするタイミングになります。交互に編むので糸がどうしても絡まります。糸玉を置く場所を変更しながら編んでいくとスムーズです。ドット模様のアメちゃんです。こちらは4、6、8段目の増し目のない段で模様を編んでいます。この工程ではドットの編み方と糸を変更するタイミングを説明していきます。3段目が終わり、4段目から増し目なしの段になります。立ち上がりの鎖編みを1回して4段目です。最初の3目は細編みを1回ずつ編み入れます。3回目の細編みの途中、針に2本糸がかかったところで糸を変えます。編み地に変更する糸を沿わせます。編みくるんでいく糸をまとめ、
針にかかった2本の糸を引き抜きます。ドットを編んでいきます。糸をかけて次の目に針を通し糸をかけてきます。もう一度糸をかけて2本引き抜きます。これを同じ目にもう2回編みます。針には4本糸がかかっています。元の糸に持ち替えてすべて引き抜きます。糸端と先ほどまで編んできた糸は編みくるんでいきましょう。長編み3目の玉編み目でドットが1つできます。4段目は細編み3回、長編み3目の玉編み目1回を繰り返して編んでいきます。細編み3目目と玉編み目の最後に糸を変えることを忘れずに行いましょう。5段目は増し目なしで細編みを1周編んでいきます。ドットに使う糸は編みくるんでいきます。立ち上がりの鎖編みを1回して6段目です。1目目は細編みを1回、最後に糸をかけ替えます。最初の細編みにはマーカーを入れておきましょう。2目目は長編み3目の玉編み目、次の目から細編み3目、長編み3目の玉編み目1回を繰り返し編んでいきます。7段目です。7段目は1周増し目なしで編みましょう。7段目が終わり、引き抜き編みをしたところです。8段目の1目目から玉編み目をしていくので、立ち上がりの鎖編みは色をかけ替えて編みます。
1目目から玉編み目です。色を掛け替え引き抜いたらマーカーを入れておきましょう。8段目は次の目から細編み3回、長編み3目の玉編み目を繰り返して編んでいきます。4段目、6段目、8段目の増し目なしの段でドットを編んできました。9段目から減らし目です。無地で説明した基本の編み方で編んでいきましょう。ドットで使用した糸はある程度編みくるんでカットします。今回も動画を見てくださりありがとうございます。この動画を参考にしてくださった方はハッシュタグ静かな独り言とつけて SNS に投稿してくださると私も見に行きますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画や作品についてのコメント、そしてグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。